今回から3回シリーズでこちら正しい枕がより必要な職業、つまり職業病みたいなお話をしていきたいんですね。もちろん全ての人にぐっすりと眠っていただきたい。だけど特に私が枕外来をやってるとですね、眠れないと辛いし、眠れないと症状が良くならない、ある一定の症状っていうのがあるんですよ。やっぱり肩こりとか頭痛とか腰痛とか、このあたり職業の種類によっても結構傾向があるんですね。患者様にはその職業別の傾向がある、そうなんです。はい、いわゆる職業病っていう厚生労働省が規定するような、厚生労働省のホームページに載ってる職業病一覧みたいな、そういう専門的なことではなくて、今回はあくまで私が外来をやってる中でこういう職業の方にはこういう症状が多くて、そしてしっかりと枕を正しく使って眠っていただくことで疲労回復し、また翌朝お仕事ができる体に戻ってほしいなと思う方々を対象にお話をしていきたいと思います。はい、3回シリーズと言いましたけれども、まずは第一に今日は保育士さんについてお話したいんですね。次回は配送業者の方、力仕事の方、そして3番目に IT エンジニア SE さんなどですね、これらにちょっと分けてお話をしていきたいです。はい、今日はですね、この保育士さんなんですけれども、単に保育士さんだけとは言えない。例えば美容関係のエステの方とか、ネリストさんとか、これ一定ですね、首をうつむいてお仕事するじゃないですか。見てください。保育士さん、憧れの保育士さん、どうですか？よくこんな感じで小さなお子様にいろいろやって差し上げているっていうのを、ケアしてるっていうのを見ますよね。かがんでいるイメージはありますよね。ありますよね。小さい子に対応するからどうしても自ら姿勢を下げてしまう。これによって、頭痛、肩こりからくる頭痛が多いんですけどね、腰痛、膝の痛み、さまざまな症状をきたす結構辛いお仕事なんですよ。本当に保育士さんの患者様多いんですね。昨日もいらっしゃいました。はい、今申し上げた、うつむくからどうしても首肩に負担がかかってしまう。まっすぐしてれば頭4キロでも7センチを授業すると頭の重さなんと20キロです。20キロの重さが頭に乗っかってるうつむき状態では、首肩の筋肉が緊張して肩が凝ったり、ぐーっと肩こりが起こると筋肉の緊張によって血管を締め付けて、頭に行く頭痛ですね、これを引き起こしてしまうということがあります。それ以外にどんなことが負担になっていると思いますか？保育士さんだと精神的な緊張もありそうかなと思います。あるあるですね。小さい子を扱う仕事なので気を使ってるんじゃないかなと。その通りですね。メンタル重要ですね。朝、仕事始まってから夕方お子様がご自宅に帰るまでの間、常にやっぱ緊張しっぱなしですもんね。精神的な緊張も非常に首肩こりの、悪くします。頭抱き上げるっていう動作、これもですよね。抱っこしたことあります？ないですね。ないですね私は小さい子供を抱っこすると、持ってるだけでも手を上げてるだけでも肩こりガリガリに起こってくるので、それがお仕事として一日中やっていればどんなにか肩こりになってしまう。ですので注意していただきたいこと2つあります。こちらご覧ください。一言で言うと何といっても姿勢の管理です。はい、姿勢っていうとどういう姿勢を思い出します？ピッとまっすぐいい姿勢をイメージします。はい、あとは睡眠姿勢ですかね。寝てる時の姿勢ね。日中の姿勢と夜間の姿勢は分けて考えてください。はい、まず日中、胸を張る、おへそ、お腹を引っ込ませるドローインと言いますが、胸を張ってお腹を引っ込める。どうですか？横向きで見ると姿勢いいですよね。
これねなかなかちょっとずっとやってるの大変ですけれども、どういうことかっていうと、抱っこする、下のものを取る、下の小さいお子さんに何かしてあげる、何かやっててもここに戻ってくるんだっていうことが大事なんですよ。やらざるを得ないじゃないですか。だからやってしまうのは仕方ない。だけどパッと気づいて胸を張ってお腹をへこませてドローインして、このいい姿勢に何度となく戻ってくるんだっていう意識を持つことがとても大事です。はい、夜間ですね。何ですか？必須アイテムは枕です。枕でね、しっかりといい睡眠姿勢、自分に合った高さの枕をしていただくことによって何ができますか？寝返りがしやすくなります。そうです。寝返り大事ですね。なんで寝返りが大事かというと、寝返りがコロできると、まず血流が回復します。リンパの流れが促進されます。そして背骨がリセットされます。ですからクタクタになって帰宅して、ちゃんといい枕で、自分に合った枕で寝ていただくことで、翌朝にはしっかりと体の筋肉、骨、神経、そういったものが回復して、また元気にお仕事に出かけられるということが大事です。今日は職業とこの症状の関係についてお話をしてきました。まず第1回目は保育士さん。ぜひこれをご視聴いただいている保育士さん、今日から良い睡眠試してみてください。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。